今日ライトを変えてみたんですよ。これどうですか？見て、色変わるの。すごくない？どれがちょうどいいかなわかんねえわようこそ、薬剤師のオフィスへ管理人のハービーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。この動画では僕の経験談を赤裸々に告白していく、そんなコーナーとなっております。第3回目なんですけど、トークのお題としては薬学部6年間の感想と題しまして、2年生における、僕の感想を述べていきます。で、最初に結論を申し上げますと、2年生はすごく中だるみをしてしまった時期なんですよね。薬学部6年間の中でも一番だらけてしまった代なんじゃないかなと思っておりまして、すごく反省しております。はい。まあ逆にそのだらけから脱するための対応策を講じたのも2年生なんですよ。なので今回の動画では、僕がですね、だらけてしまった理由であるとか、そのだらけに対して行った対応策3つほどございますので、こちらをご紹介していこうかなと思います。もしかしたら僕と同じね、境遇に立たされる方いるんじゃないかなというところで、僕の反省でもあり、皆様への、警告としてね、お話聞いていただければなと思います。それでは本日も行ってみましょう。それではまず中だるみの話なんですけれども、これ原因ね、結論申し上げますと、1年生の時のテストをそんなに勉強せずというか、あんまり努力せずに単位を取れてしまったのが原因なんじゃないかなと思います。これ言うと、すごい調子に乗ってないみたいな感じで思われるかなと思うんですけれども、大学のですね、1、2、3年生ですごくね、難易度が全然違ってという感覚が僕にはあるんですよね。これ大学にもよって異なってくると思うんですけども、数値で示しますと、僕3年生の定期試験が一番きつかったんですけど、それを100とした時に2年生がまあ90ぐらいで1年生が 60% ぐらいかな。まあそれぐらいの難易度だったんじゃないかなと思います。なので1年生の時に関しては高校の時代の勉強量と変わらず、またはそれ以下ぐらいで勉強したんですけど、それで単位を取れちゃったんですよね。で、僕はそれで天狗に、ね、なってしまいまして、めでたく2年生で、最初を取ることができました。まあざまあですよね。はい。あとは最初初めて取ってしまったのに加えて、その時なんか実力テストだったかな、定期試験だったかちょっと忘れちゃったんですけれども、その勉強の成績に対して学年順位っていうのが発表されていたんですよ。2年生の時はやはり1年生の時に比べて順位もね、下がっちゃって、まして、その最初を取ったのと、まあ学年の順位っていうのが下がっていたというところに焦りを感じて、だらけ脱却っていうのを試みたわけでございます。はい、そんな感じですね。それでは続きまして脱却方法についてなんですけど、まず一つ目が席を前に移動したということでございます。コロナウイルスの影響で今どうなっているかわかんないんですけど、僕の時代の時は授業を受ける時に席の、移動っていうのは自由だったんですよね。まあその中で僕はね1年生の時にテスト簡単にね単位取れてしまったんで、どうせ2年生もテスト簡単に単位取れるっしょみたいな感じで余裕ぶっこいて授業の席をすごい後ろの方にいたんですよね。で、後ろで受けているとたまに先生の声が聞こえなかったり、あとは集中できなかったりすると頻繁に、ちょっとあんまり見られないだろうっていうところでお眠りをしてしまってたんですよね。すいません本当に。そんで席を前の方にしたんですけど、ポジションに関しても真ん中に座るようにしましたね。薬学部の1クラスって100人ぐらいで結構人数があるんで、席のブロックがですね、右、真ん中、左みたいに分かれたんですけど、その真ん中の前で授業を受けてました。一番前ではないんですけど、そうですね、一番前の方の3、4列後ろくらいで授業を受けるようにしたんですよね。で、授業を受けて僕気づいたことがあるんですけど、前にいればいるほどその方々って授業中寝ないと思うんですよね。なので僕授業を受けてる時に、みんなね全然寝てないんで、ここで寝たらやばいなっていうところでちょっと罪悪感に駆られて、もう少し授業頑張ろうかなっていう気にもなれたんで、成績が落ちた場合はですね、席を前の方に移動するっていうのは非常におすすめでございます。はい。続きまして脱却方法2つ目なんですけど、これはですね、授業を必ず見返すようにしました。単位を落とす前までは寝てしまったり集中できなかった授業に関しては授業を見返していたんだけれども、
単位を落としてしまった後からはですね、集中できなかった、できたに限らずですね、すべての授業を見返すようにしました。これ大学によって異なってると思うんですけど、僕の大学では授業中ね、後ろにね、カメラがあって、すべての授業を録画してたんですよ。で、それを後で見返せる e ラーニングのサービスがあったんですけれども、それを活用して授業をすべて見返すような取り組みを行いました。その e ラーニングの動画に関しては、1倍速だけじゃなくて、2倍速まで授業を早めることができましたので、時間の短縮にもなりますので、すごい良かったですね。僕の周りはですね、みんな 1.5 倍速で見てたんですけど、僕はそのスピード結構ついていけなかったんで、1.25 倍速くらいで見てましたね。ただ、80分、90分の授業が、その倍速することによって、1時間とかになったりするんで、見返すにはね、すごいいいサービスだなと思って活用させていただいておりましたね。テスト期間とかは、授業がね、終わった瞬間、パソコン室に行って、で、パソコン室にヘッドホンが付属であるんですよ。で、そのヘッドホンを装着して、もう、こうやってね、やっぱもうずっとこうパソコンを見て授業を聞いてましたね。で、眠くならないように、このカフェインをね、取ってました。売店にブラックのコーヒーね、僕はタリーズのものが好きなんですけれども、それを買ってですね、授業を聞いてましたね。僕の場合は、ライブで授業を受けるよりも、授業が終わった後、パソコン室で見返す e ラーニングの動画の方が、すごい集中できたんですよね。人によって集中できる環境っていうのは違ってくると思うんで、自分なりの環境をね、見つけていくっていうのもすごい大事なんじゃないかなと思います。ということで、脱却方法2つ目が、授業を必ず見返すようにしたということです。それではこれでラストなんですけど、脱却方法の3つ目がアルバイトの頻度をテスト前は減らしたということですね。成績落ちる前まではアルバイト、テスト前であっても週2、3回は入ってたんですけど、成績が落ちてしまってからは、テストの1ヶ月前は週1回ですね。で、多くても週2回までに留めるようにしてました。本当にテストの1、2週間前だったりすると、1日も入んなかった日があるくらいでしたね。やっぱりこう薬学部ってその勉強が忙しいんでね、アルバイトになかなか入れず金欠になるタイミングっていうのはすごい多いと思うんですけれども、留年とかしてしまったりすると、100万200万くらいのお金がかかってくるので、それ考えると金欠を乗り越えてでも単位を優先して取りに行くことがすごい大事なことなんじゃないかなと思います。ただそのね、勉強の期間じゃない時は僕の場合は10万以上稼いでまして、それを、貯金しといて、テスト期間の、カフェ代とか、さっきのコーヒー代ですね、に当てたりはしてましたね。テスト期間だと、その1ヶ月間の僕のアルバイト代っていうのは2、3万になってたんじゃないかなと思います。勉強をすべき期間と、すべきじゃない期間っていうのはちょっとおかしいと思うんですけれども、そのメリハリをつけて、アルバイトのシフトに入る頻度っていうのを調節するっていうのが、すごい良かったですね。アルバイト先によっては、週に2回以上働いてくださいねみたいなところもあったりするんで、アルバイト先の選択に関してはね、重要になってくるんじゃないかなと思います。ということで、だらけ脱却方法3つ目が、テスト前はアルバイトの頻度を減らしたということでした。はい、ということで本日もここまでお話聞いていただきありがとうございます。やっぱり薬学部6年間っていうのはすごい長い時間なんで、ある時期にだらけてしまうっていうのは僕は仕方ないっていうか当たり前のことだと思うんですよね。人間誰しも完璧な人はいないと思ってるんですけど、そのだらけとか中だるみしてしまったことに対して対応策を考えて実際に行動していくっていうのが僕はすごい大事なことだと思うんですよね。今回も僕なりのだらけ解消法についてご紹介いたしましたが、皆さんの中でももっとこうやった方がいいんじゃないのとか、こうやったらうまくいったよみたいなことがあったらコメント欄にね記載していただきたいなと思います。僕のためだけではなく、この動画を見ていただいた方のためにもなると思ってるんで、ぜひですねコメントいただければ僕は嬉しいです。ということで本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。